こんばんは。はるけです。今回は今作おすすめの最強褒め戦術を紹介していきたいなと思います。今作 FC24 でですね、この褒め、そして戦術が非常に強いと、自分は思います。なんで、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。クラブ管理のカスタム戦術の攻撃的のこの5221になります。5バックですね。ディフェンス守備のスタイルがバランス、幅が42、そして深さが60、そしてオフェンスビルドアップがバランス、チャンスメイク、ダイレクトパス、そして幅が50、そしてペナルティーの侵入が7、そしてコーナーキック3、フリーキック2ということにしてます。守備のスタイル、バランスはですね、特に変えずが安牌かなというふうに思います。ダッシュチャンスのみプレスだったりとか、ボールロスト後、いろいろあるんですけれども、基本的にはバランスが一番、安定してると、思います。で、幅42で、ちょっとこう微妙な数値にはなってるんですけど、45だったら、ちょっと広いなというふうに感じる場面が、ちょっとあって、40だったら、もうちょっとサイドに行ってほしいな。幅足りないなというふうにも思ったんで、個人的には42、3とかあたりのこの間に、してるということですね。で、深さが60なんですけど、ここは、下げてもいいかなっていうふうに思ったりはするんですけど、下げすぎでもずるずる下がっていっちゃうので、基本的には60が、バランスよく、いいんじゃないかなというふうに思います。上げすぎるっていうのも、そこまでおすすめではないかなと、思うので、自分は、60がおすすめですね。で、オフェンスビルドアップがバランス、チャンスメイク、ダイレクトパスということで、ここは特に、他のフォメと同様に、これが一番やりやすくて、いいかなというふうに思いますね。特に変えるのであれば、ロングボールだったり、高速ビルドアップ、カウンターをよりしたいっていう方は、これに変えてもいいと思いますけど、バランスでも十分、カウンターはできるので、このフォメだったら、なんで、バランスでいいかなというふうなところですね。で、そして幅が50ということ。基本的にやっぱり5バックということでウイングバックがいるので、これを例えばね、40とか、その40とかにしてても、全然幅は取ってくれます。ウイングバックがもうよりサイドに行くんで。なんで、基本的には広すぎなければいいかなっていうふうに、思いますね。ただ、普通にバランスが一番真ん中ら辺の50が、今作は安牌かなというふうに思います。いろんな状況に対応できるかなというふうに思いますね。で、ペナルティーの侵入が6なんですけど、基本的にやっぱり中盤の入り方だったりとか、攻撃陣がどこまで入っていくかというふうな、中で、やっぱりウイングバックからクロスとかを上げるときに、入っていってほしい部分もありながら、リスク管理もね、しないといけないんで、真ん中ら辺の6ぐらいか。7だとちょっと、後ろが手薄になるというか、中盤それこそ2枚しかいないんで、なってしまうなという風なところで、自分は6がいいかなっていう風に思います。6、5あたりがいいと思います。で、コーナーキック、フリーキックは、それぞれ自分のご自身の好きな、数値、バーでいいと思います。で、指示ですね。指示はですね、まずはキーパー、バランス。ここはですね、積極的なクロス対応、スイーパー、キーパー、でもいいと思います。自分のお好みの設定で、いいと思います。でですね、3バック特に変えてません。で、ウイングバックがですね、オーバーラップ、だけですね。他はデフォルトです。逆も、同じですね。オーバーラップだけということになってます。で、中盤2枚ですね。こちらはですね、中央をカバーのみですね。他はデフォルトですね。中央をカバーだけやったということですね。そして次に前3枚ですね。まずはウイングですね。ウイングはですね、ディフェンスに戻る、中へ切り込む、裏に抜ける、クロスに合わせるですね。変えたのはこの4項目です。逆も一緒です。同じ設定にしてます。でですね、一番真ん中 ST のポジションは中央にとどまる、裏に抜けるです。
まあ、他は、変えてないという風なことになっていて、やっぱりこう、サイドも中も攻めれる。そして5バックということで、守備がですね、基本的に人数が多いということになるので、めちゃくちゃ強いなというふうに思います。で、選手自体の、まあ、どういう選手を使った方がいいかというふうな話になるんですけど、まあ、3バック、センターバックはですね、もちろん、まあ、非常に守備力が高い選手を置くのがいいと。いうふうに思います。で、やっぱり初期褒めが4バックの方も多いと、思うので、まあ、LB もしくは RB の選手がですね、3バックの一角を担うということも、あると思うんですけど、その際はサイドバックは守備的な選手を置いた方が、自分はいいかなというふうに思います。でですね、ウイングバックですね。ウイングバックはですね、まあ、サイドを駆け上がるという風なスピードですね。まずやっぱりスピードが一番あるという選手を置くのがいいと思います。で、まあ、片方は攻撃的な選手でもいいと思います。自分は ROY ラン、非常に攻撃的なウインガーの選手を置いてるんですけど、まあ、もう片方はウォーカーということで、両方攻撃的っていう風なわけではなくて、まあそうですね。やっぱり片方は絶対守備ができる選手の方がいいと思います。もう片方はめちゃくちゃ攻撃的でも自分はいいと思います。スピードがあれば。で、2CM ですね。まあ 2CM はですね、非常にここは賢い選手を置いた方がいいと思いますし、バランサー型の選手がいいと思います。攻撃も守備もどちらもできる選手を置くのがめちゃくちゃおすすめですね。守備特化の選手だったりとかを置いてしまうと、この2人は攻撃にも参加をすることになりますので、基本的にはシュートも打ったりとか、パスも出せたりとかしないといけない、非常にこう重要な、ポジションになってくるので、まあバランス、例えばベリンガムだったりとか、あとはデブライネだったりとか、まあ本当に攻撃も守備もできる、まあモドリッチとかでもいいと思います。なんで、まあそういう選手を揃えるのがいいと思います。で、前線3枚はですね、使いやすい、選手、皆さんが使いやすい選手が、まあいいと思うんですけど、まあ強いて言えばですね、ここも、やっぱりスピード面だったりとか、あとはまあもちろん決定力の部分だったりとか、まあ本当に攻撃に優れた選手を置くのが、いいんじゃないかというふうに思います。重い選手は、そんなに自分はおすすめは、しないです。基本的にちょっとこう軽めな選手だったりとかがいいんじゃないかというふうに思います。で、最後にですね、この5221、この褒め戦術を使うにあたって、まあ意識をしてほしいことを紹介したいと思います。特に攻撃面、ですね。まあやっぱり攻撃面に関しては、ウイングバックを使うことが非常に、まあ効果的だと思います。この5バックを使っていることによって、やはりサイドチェンジが、まあ、スムーズに行えるという風なことで幅も、取りやすくなります。でですね、その後の、まあ、攻撃っていうのもやっぱり中を見ることが非常に重要ですね。前のウイングだったりとか、あとは CM、だったりとかがいいポジションに、この方の場合はいてくれてですね、中に2人いるという風な、状況になるので、そこで数的同数、数的優位が作れるということになります。なんで、だからこそやっぱり CM の攻撃参加っていうのもまあ重要になってくるので、やっぱりウイングバックが持った時はですね、まあ中を見た方が攻撃はスムーズに行えるんじゃないかなと思いますね。まあ先ほどの指示でもですね、このウイングが中へ切り込むという風にしていたのは、やっぱりそのためですし、ウイングバックが外を取るので、基本的にはやっぱり中でコンビネーションもできるし、サイドにはウイングバックもいるということになるので、まあ非常にそこは素晴らしい点かなというふうに思います。でですね、カウンターも十分にできます。それもですね、ウイングバックを使った、まあサイドのスピードの速い選手を使ってですね、まあ、取った後、そこにパスをしてですね、そこから縦に加速したりとか、することもできますし、要は先ほども言った通り、サイド、ウイングバックが縦に行った時にはもう中に非常に多くの枚数、攻撃枚数がいるので、そこに斜めのパスだったりとか横パスだったりとかを通すことができますし、その後のまた横っていうのも CM だったりとか SD だったりとかがいるので、非常にですね、やっぱりこう中の攻撃っていうのもできますし、まあウイングバックからのカウンターアタックっていうのも十分できる、そういう風な戦術になります。なんで、まあ基本的にやっぱり肝はですね、ウイングバックと CM かなという風に思うので、
まあ、ウイングバックから多分スタートだと思うんですけど、そのウイングバックからですね、中のコンビネーションを使うという風なところを意識してもらえれば、非常に攻撃も、できる、強い、そんな戦術になってるので、まあ、ぜひちょっと皆さん使ってみてほしいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいね取ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。And if you keep me close